お休み前のほんのひととき、読み聞かせを聞きながら子供の頃に帰ってみませんか？ヒーリングストーリーが心をほどき、そっと幸せの種をまいてくれます。眠りの国で癒されながら夢が芽吹くのをお楽しみに。さて、今日はどんな話をしましょうか？第11夜、〇〇泥棒。寄ってらっしゃい見てらっしゃい。今世紀最大のビッグニュースだよ。あたしに一枚おくれ。俺もだ。威勢よく声を張り上げる瓦版売り。我先にと群がる人々。それは街中のおなじみの風景。いつもなら青年はゴシップに群がる人々を冷ややかな目で見て通り過ぎるだけでした。ところが、買ってちょうだい見てちょうだい。〇〇泥棒の九右衛門が牢屋から逃げ出したぞ。〇〇泥棒の九右衛門？青年は瓦版売りの声に足を止めました。周りの人たちも首をかしげます。その〇〇ってのは一体何なのさ。町娘が聞くと、瓦版屋は頭をかきながら言いました。〇〇が何かは言えねえんだよ。何せやばい単語でね。〇〇って書かねえと、お上に目をつけられちまうんだよ。妙な話だね。で、お上に目をつけられたらどうなるんだい？瓦版ランキングを操作されて県外に飛ばされるんだ。つまり、商売上がったりってわけだ。なるほどね。県外に飛ばされちゃ、人目につかなくなるもんね。そういうことだ。だから、〇〇ってところは、多めに見て、さあ、買った買った。〇〇泥棒の九右衛門か。普段は、世の中の出来事など関心のない青年でしたが、どうしても〇〇が気になり、自分から瓦版に手を伸ばしているのでした。青年が通りを歩いていると、みんなさっきの瓦版の話をしていました。〇〇泥棒ね。一体何の泥棒なんだろう。うちは別に何も盗まれちゃいないけど。うちもだよ。誰が何を九右衛門に盗まれたんだろうね。どうやら〇〇が何かは誰も思い当たる節がないようです。伏せ字にしなきゃならない言葉って小判じゃないよな。あ、もしかして仮想通貨？いや、違うな。隠されれば隠されるほど知りたくなるもの。青年はさっき買った瓦版を懐から取り出しました。瓦版には大泥棒九右衛門の似顔絵が描かれています。鬼のようなものすごい形相をした九右衛門の似顔絵を見つめながら、青年は〇〇が何なのかをどうしても知りたいと思うのでした。次の日、今日も通りで瓦版売りが声を張り上げています。今世紀最大のビッグニュースだよ。なんと、大女優花子が青年実業家と電撃入籍だよ。あたしに一枚おくれ。俺もだ。それは昨日と全く同じ光景。ネタが大泥棒の脱獄から大女優の結婚に変わっただけです。青年は瓦版を読んでいる男に声をかけてみました。花子の結婚もビッグニュースですが、それより昨日の泥棒、その後どうなったんでしょうね。泥棒？そんなのいたっけ？昨日のことなのに、男はずっと昔の話をされたような顔をしています。ほら、〇〇泥棒のことですよ。はあ？〇〇泥棒？おっといけねえ。仕事に遅れちまう。
あんた学生さんなんだろ？こんなところで、いつまでも油売ってないで、しっかり勉強しろよ。じゃあな。次に、青年は、瓦版を手にキャーキャーと騒いでいる町娘たちに声をかけました。すみません、昨日の〇〇泥棒、その後どうなったかご存知じゃ。私、花子は歌手の太郎と付き合ってると思ってたのよ。そうなんですね。ところで、昨日の〇〇泥棒は、いけない。もうすぐタイムセール始まっちゃう。急がなきゃ。嘘、コミュニティ限定動画の配信時間になってるし。もうバイトの時間。やば。町娘たちは、口々に言うと、それぞれどこかへ行ってしまいました。いつの間にか、辺りにはもう誰もいません。はるか向こうに、瓦版を手にした人たちが、せかせかと忙しそうに行き交う姿が見えるだけなのでした。〇〇泥棒の九右衛門、どこに逃げたんだろうな。考えながら土手を歩いていると、川べりで遊ぶ子供の姿が見えました。青年は川べりまで降りて、子供が積み上げた小石をわざと崩しては、また積み上げて遊んでいるのを眺めました。子供はいいな。無駄なことに時間を使えて、思わず独り言を言うと、何言ってんだよ。僕だって忙しいんだ。これは、塾に行く前のほんの息抜きさ。子供が遊ぶ手を止めもせずに言いました。むしろ、お兄ちゃんの方が暇そうだけど。返す言葉もありません。確かに、こんなところでのんびりしてる場合じゃなかった。早く帰ってレポート仕上げなきゃなんないし、インターンの準備も全然してなかった。そうだ、語学試験も近いんだ。今回こそ800点超えないと。いかんいかん、急いで学校に行こう。青年は、くるりと向きを変え、歩き出しました。〇〇泥棒のことを考えてる暇なんてなかったんだ。全く無駄な時間を過ごしてしまった。青年は、イライラしながら、どんどん早歩きになります。すると、さっきの子供が鼻歌を歌っているのが聞こえてきました。青年は振り返りました。鼻歌か。子供は鼻歌を歌いながら、今度は小石を川へ投げて楽しそうに遊んでいます。やっぱり子供はいいよな。あんな遊びでも自然と鼻歌が出るくらい夢中になれるんだもんな。キラキラと光を返す川面に石を投げる子供の姿。青年にはそれが遠い昔の自分のように思えました。そういや、鼻歌なんか何年も歌ってないかも。青年はふと鼻歌を歌ってみようと思いました。ところが、あれ、鼻歌が歌えない？いくら鼻歌を歌おうとしても何の音もしません。マジか、俺、鼻歌の歌い方忘れてる。あまりのことに青年が立ち尽くしていると、後ろからポンと肩を叩かれました。そいつは違うなあ。驚いて振り向くと、どこかで見たことのある男が立っていました。あんた。そうだ。大泥棒の九右衛門。ご名答。男は愉快そうに言いました。目の前の九右衛門は、瓦版の似顔絵からは想像もつかないような、とても人懐っこい笑顔を浮かべています。おい青年。お前は鼻歌を忘れたんじゃない。盗まれたんだ。鼻歌を？まさか。〇〇泥棒って鼻歌泥棒？
〇〇。ああ、瓦版じゃ伏せ字になってるのか。鼻歌を盗まれたことに町の人たちが気づくと、みんな今の生活に疑問を持ち始めちまうからな。相変わらず汚え奴らだぜ。お前が鼻歌泥棒なのか。いかにも。大泥棒、鼻歌泥棒のキューエモンタ、俺のことよ。いつの間に俺の鼻歌を。とにかく鼻歌を返せ。誤解するな。俺は町の人たちが盗まれた鼻歌を盗み返してるだけだ。ほらよ、お前の鼻歌だ。ふが。キューエモンは青年の鼻をぎゅっとつまみました。これで鼻歌が歌えるぞ。もう二度と盗まれるなよ。そう言うと、キューエモンはスタスタと歩き出しました。待ってくれよ。お前が盗んだんじゃないんなら、一体誰が俺の鼻歌を盗んだんだ。キューエモンは立ち止まりました。そうさにゃ。青年からはキューエモンの後ろ姿しか見えません。でも、キューエモンの声はさっきまでとは全く違う怒りに震えた声でした。鼻歌を盗んでいるのは、本当に大事なことを考える時間を町のみんなから取り上げて、挙句の果てに人の真面目さや良心につけ込む、やりたい放題の詐欺集団さ。詐欺集団？いいか。これだけは覚えとけ。思いやりだとか安心安全のためだとか言いながら、何かをご利用ししてくる連中は、ろくな奴らじゃねえからな。は？青年がポカンとしている間に、キューエモンはいなくなってしまいました。時間を取り上げる？思いやりと安心安全のためにご利用し？そんな変な詐欺集団いるのかな？聞いたこともないけど。そうだ、それより俺の鼻歌は？恐る恐る試してみると、普通に鼻歌が歌えるようになっていました。よかった。あ、こうしちゃいられない。急いで学校に。青年は駆け出そうとしましたが。でも、そこまで急がなくてもいいかな。さっきまでのせかせかと焦った気持ちが、なぜかすっかり収まっています。青年は、今来た道を駆け戻り、川べりに行きました。そして、しばらくの間、子供と一緒に、鼻歌混じりで石投げを楽しんだのでした。